今回の動画では、レインボーシックスシージコラボイベント、オペレーションオリジニウムダストにて実装されるオペレーター。Hostiles in sight. 前衛オペレーター、タチャンカの紹介及び解説を行っていきます。なお、投稿者はレインボーシックスシージをかじったことがあるものの、深くプレイしたことはなく、また、各オペレーターのバックストーリーを詳細に理解しているというわけではないのでご了承を。Rainbow Operator codename Tachanka. I am ready. Where do you want me? タチャンカはテラの世界に突如現れたレインボーチーム所属のオペレーターで、極めて高い専門的な戦闘能力と戦術素養を持ち、陣地戦と防御的戦闘を得意としていることから、タチャンカは以前はとある軍隊に所属をしており、大規模な集団作戦に何度も参加していたと推測されています。また、機械加工に対しても知識があることから、機械加工技能訓練も受けていたと推測されているとのこと。性格に関しては、時たまムッとした表情はしているものの、非常にユーモアがある人物であり、ロドス駐留中は、レンジャーや BSW のオペレーターと談笑している姿がよく見られています。特にタチャンカは、ウルサスに対して強い興味を持っているようで、独学でウルサス語も勉強をしている様子。一方で、ウルサスのオペレーターたちと長話をしていた後に、彼が甲板の方へと向かった際は、いつもの大笑いとユーモアはなく、非常に機嫌が悪そうだったようです。その際のことを長話していたオペレーターたちに聞いてみると、チェルノボーグのことを事細かに説明した後、彼はどんどんと表情が険しくなり、怒り出し、ついには黙ってしまいました。おそらくは、ウルサスの行ったことに対して我慢ならなかったのでしょう。興味を持っていたものに対しての失望とも言えるかもしれません。なお、タチャンカを含めたレインボーチームのオペレーターたちは、テラの世界では比較的珍しく、感染者でないにもかかわらず、感染者を差別するということはありません。むしろ、ロドスが行っている感染者の救済という理念すらも容易に受け入れており、感染者に対しては、同情の気持ちすらも表しています。知識や戦闘技術を含めて、テラの世界では得意な存在であるレインボーのオペレーターたちですが、だからこそ、テラの住民たちとは異なった視線から物事を見ることができるのかもしれません。以上がテラの世界においてのプロフィールとなっており、原作であるレインボーシックスシージのプロフィールによれば、本名はアレクサンドル・セナフィエフ、ロシアのサンクトペテルブルク出身で、18歳でソビエト連邦軍の前身である赤軍に入隊、アフガニスタン、チェチェン、ジョージアでの3回の実戦を経験し、その後は徴兵招集の解除に伴い、専任での軍役を選択。ロシア海軍への移動を申請するものの、機密情報の関係で却下され、スペツナズへと転属、レインボーに招集され、今に至ります。戦術したように明るくユーモアのある人物である一方で、辛辣に物事をはっきりと言ってしまう部分もあるので、それで過去に問題を起こしたことも。なお、今では旧式となるソ連の武器の愛好家でもあり、作戦地域でも1927年に設計されたかなり古い軽機関銃である DP28 をわざわざ自分でレストアして使うというくらいには旧式武器が好きなようです。比較的最新のガジェットを用いることが多いオペレーターたちの中ではかなり異色な武器構成と言えるでしょう。なお、タチャンカはレインボーシックスシージの設定としては2016年11月13日に臨床的には死亡したとされています。2分だけ。これにより、タチャンカの象徴とも言えた固有ガジェット、固定式 RP46 軽機関銃は、性能的な問題があるのではないかということになり、ゲーム的に言えば、リワークが行われて強化されました。とはいえ、扱いづらいことに変わりはなかったので、タチャンカは再度リワークが行われており、固定機関銃は、携帯型の軽機関銃となり、プライマリウェポン、つまりメイン装備に、固有ガジェットは、シュミハランチャーと呼ばれる焼夷弾を放つグレネードランチャーに変更されています。なので、アークナイツで実装されるタチャンカは、この2回のリワークを経た後の姿となっています。ちなみに、生放送にてチェインがタチャンカのことをタカちゃんと呼んでいましたが、レインボーシックスシージ内だとあまりにも弱かったことから、アイドル化してしまい、愛称としてタカちゃんと呼ばれていたり、呼ばれていなかったり。なお、コードネームの由来は、後ろ向きに機関銃を備え付けたロシアの馬車、タチャンカから来ています。ただ、そのタチャンカ自体の語源は完全にはよくわかっていないとのこと。
They told me I died. They were wrong. I was reborn. タチャンカはチェンやバイビークと同じ2回攻撃型の前衛オペレーターとなっていますが、口述する素質の効果によってほぼ独自の性能を持つオペレーターになっていることが特徴となっています。ブロック数や配置コストなどの基本ステータスは典型的な配布オペレーターのものとなっており、一般的なオペレーターと比べると配置コストは2から3程度、再配置時間は10秒程度長くなっています。そのため、タチャンカを運用するのであれば、潜在強化はほぼ必須です。HP や攻撃力などのステータスは、同じ2回攻撃型のオペレーターであるバイビークやチェンと比べると、HP と防御力はチェンよりも低く、バイビークより高くなっており、攻撃力はバイビークよりも低く、チェンとほぼ同等の数値となっていることから、極端に高かったり、低い数値というものはありません。至って平均的なステータスと言えるでしょう。素質、重火力はタチャンカの攻撃範囲を前方に最大2マス追加し、防御力が上昇、デメリットとして再配置時間がプラス20秒されます。攻撃距離が2マス追加されているため、他の2回攻撃型のオペレーターよりも攻撃範囲は広く、また遠距離攻撃を行った際にも、ソーンズやシルバーアッシュの遠距離攻撃とは異なり、ダメージ減衰が発生することはありません。そして扱っている武器が重機であることから察しがつくとは思いますが、対空攻撃が可能となっています。そのため、現状ではタチャンカの性能は唯一無二のものになっていると言ってもいいでしょう。そしてもう一つのメリット効果である防御力が最大プラス 15% される効果は、タチャンカを最大まで強化しているのであれば上昇値は52となり、タチャンカの最終的な防御力は401となるので、チェンとほぼ同等の防御力となります。さすがに重装ほどの防御力はありませんが、ブロック2オペレーターの中では比較的高い数値と言えるでしょう。デメリット効果である再配置時間プラス20秒はもはやそのままの意味で、タチャンカは潜在強化をしても再配置時間は90秒までしか短縮されません。なので基本的には配置しっぱなしのオペレーターとなっています。タチャンカの潜在強化による効果は、コストマイナス1、再配置時間マイナス10秒、コストマイナス1、素質強化、コストマイナス1となっており、戦術したように典型的な配布オペレーターの強化内容となっています。そのため、潜在は完全に強化をして、通常オペレーターとほぼ同等の性能になるというものになっているので、タチャンカを運用するのであれば、潜在は可能な限り貫突させておくようにしましょう。印もイベントで貫突分まで入手することができるので、イベントをきちんとこなしていれば、さほど難しくはないはずです。スキル1、燃焼榴弾は単発型のスキルで、スキル発動後、燃焼榴弾を目標に対して発射、着弾点と上下左右4マスを6秒間炎上させ、炎上マスにいる敵ユニットは毎秒実ダメージを受け、タチャンカが炎上マスにいる敵に攻撃をする際、敵防御力を一定数無視するというスキル。原作でのタチャンカの固有ガジェット、シュミハランチャーをモチーフにしているものと思われます。スキルの性質としては、パインコーンの RMA スパイクや、イグセキュターの素質、アサルトカスタムに近いものとなっており、一見すると炎上している敵は、すべての攻撃において防御力が一定数無視されるように見えますが、効果はタチャンカが攻撃した場合のみとかなり限定的となっています。また、あくまでも防御力無視と術ダメージが発生する範囲は炎上しているマスのみで、敵ユニットが炎上マスから離れると効果は全て終了となります。逆に言えば、途中から炎上マスに入ってきた敵にも術ダメージと防御力無視の効果が付与されるわけですが、やはり効果としてはかなり限定的な感じは否めません。そのため、このスキルを使用する際は敵が停止しているような場所、例えば重装の前などの敵が大量に群がっている場所であれば、炎上マスにいる敵すべてを攻撃できる全範囲攻撃という点も活かすことができるでしょう。スキル1の火力と他のオペレーターのスキルの火力を比較した表が上記の通りとなっており、正直なところで言うと火力はかなり低いスキルとなってしまっており、スキルとしての効果はかなり限定的なものとなってしまっています。敵の防御力無視も最大で200となっているため、防御力が高い敵に対しては追加のダメージもあまり望めず、スキル発動中の通常攻撃によるダメージを考慮しても、単体への総ダメージは7000を超えることはありません。
端的に言うと防御力が200以上の敵に対しては敵の防御力に合わせてどんどん総ダメージ7000弱から引かれていくというわけです。タチャンカは2回攻撃となっているので通常のオペレーターよりも防御力による減衰が発生しやすく、防御力200無視程度ではかなり厳しいと言わざるを得ません。全範囲攻撃の特性を生かしてオリジムシなどをまとめて殲滅するという使い方もあるにはありますが、わざわざこのスキルを使用する必要があるかはかなり疑問です。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは、特化による上昇率はかなり高めにはなっているものの、そもそもの火力がかなり低くなってしまっているので、7で据え置いてもいいでしょう。スキル2、弾薬放射はスキル発動中、タチャンカの攻撃間隔が大幅に短縮され、攻撃ごとに確率で攻撃力が上昇するクリティカル効果が付与されるスキル。ただし、攻撃は攻撃範囲内に目標が複数いた場合は、防衛ラインに近い敵から攻撃するといった優先順位は無効化され、攻撃対象は攻撃ごとにランダムで選ばれることとなります。効果自体は非常にシンプルなものとなっており、タチャンカの攻撃速度は通常時から 85% 短縮、つまり 0.2 秒に1回攻撃をすることとなり、スキル発動時間は4秒しかないため、スキル発動中の攻撃回数は18回となりますが、タチャンカは1回の攻撃で2回ダメージとなっているので、実際のところは4秒間で36回もの攻撃を行っているのとほぼ同等です。なお、クリティカルはあくまでも攻撃1回ごとでの判定となっているので、スキル発動によって発生するクリティカルのおおよその回数は2回となっており、クリティカルダメージという点で言えば4回発生することとなります。ただ、あくまでも確率上の話なので、極論を言えば全攻撃がクリティカルになる可能性もありますし、全攻撃がクリティカルにならない可能性もあります。なお、このスキルによる強化はあくまでも攻撃間隔の短縮と、確率でクリティカルが発生するのみとなっているので、一発あたりの攻撃力は通常時とは大きな差はないので、防御力が非常に高い敵には有効打にはなりません。そのため、動画内のスキルモーション例の映像は、かなり防御力の高い敵を相手にしているので、間違った運用例と言えます。スキル2の火力と他のオペレーターの火力を比較した表が上記の通りとなっており、やはり目を見張るのは異常なまでに高い DPS の数値でしょう。単体の敵に対しての DPS が6000弱ともなると、エクシアのスキル3の火力を上回り、スタン中の敵を攻撃した際のアッシュのスキル2とほぼ同等クラスとなっています。むしろクリティカルのことも考えると、現状単体の敵に対しての DPS という点で言えば、スキルレベル7時点では間違いなくトップクラスの性能と言えます。特化3ではアッシュがクリティカルを含めたタチャンカの DPS を上回ることになりますが、そもそもスキル2の DPS はクリティカルによる上昇値を含めずに考えると一切ダメージは変化しません。つまりスキルレベルが1だろうが DPS は6000弱という凄まじいことになっています。一方で戦術したようにこのスキルの爆発的な火力は凄まじい攻撃速度によって成り立っているため、敵の防御力が高ければ高いほど威力が減衰していきます。単純計算で敵の防御力が100上がれば総ダメージは3600ずつ下がっていくことになるので、 DPS はほぼ900ずつ下がっていくという凄まじい減衰っぷりです。しかし手数が多いということは逆にタチャンカの攻撃力を上昇させれば凄まじいダメージの増加を見せるということでもあり、空の S2 によって攻撃力がプラス385されれば DPS は3465上がることとなります。もはや上がるのも下がるのも規格外というのがタチャンカの S2 の特徴と言えるでしょう。なお、バフとデバフを大量に詰めばパトリオットの第1形態ですら4秒かからずに倒すことが可能です。スキルにはもはやあまりにも攻撃速度が速すぎるためアークナイツの使用が追いついておらず、いわゆるフレーム丸めによって出力が理論値よりも下がってしまっているという、ある意味でアークナイツの限界に挑んだスキルとなっています。それゆえに防御力が低い敵に対しては爆発的な火力を誇っており、凄まじいとしか言いようがありません。一方で良くも悪くも大雑把なスキルなので火力の減衰も上昇もまさに桁違いとなっており、非常に相手を選ぶスキルにはなっています。そういった意味では実用性もいくらか残しつつもネタに振り切ったスキルと言えるかもしれません。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは
特化をしても根本的な火力の変化はないので7で据え置いてもいいでしょう。タチャンカの基地スキルは制御中枢に関するもののみとなっており、1つ目の制御中枢スキルは他のレインボー 6CG オペレーターの基地スキルと全く同じ効果となっています。そのためアッシュ、ブリッツ、タチャンカ、フロストを同時に制御中枢に配置することで、制御中枢に配置しているオペレーターの体力消費はなくなり、むしろ回復するという状態となるので、アーミアやスワイヤーといった制御中枢に配置することで高い性能を発揮できるオペレーターと組み合わせるといいでしょう。もう一つの基地スキル、ブルサスドリンクは制御中枢にタチャンカを配置している際、制御中枢内に配置されているブルサス学生自治団所属のオペレーター1人につき、ブルサスドリンクを1つ獲得するというスキル。ブルサスドリンクは最大数となる4つを取得することで、事務室に配置されているブリッツの事務連絡速度をプラス 20% し、加工所に配置されているフロストの副産物入手確率をプラス 15% しますが、わざわざ制御中枢の枠を消費してまでこの基地スキルを使用する必要性はかなり薄く、タチャンカを基地スキルのために昇進させる必要はないと言えるでしょう。それでは実際にタチャンカを使用していきます。今回使用するステージは7の3。タチャンカのステータスは昇進2のレベル80、スキル2の特化3となります。このように防御力の低い相手であれば攻撃範囲の広さも相まって接敵せずに倒すことが可能です。害虫がスキル発動後は凄まじい速度で攻撃をし、敵の体力を一気に削ることが可能です。諦めるな。攻撃目標はランダムとなっているので、このように敵の数によっては攻撃先がめちゃくちゃとなり、中途半端にしか敵を削れないということも多々あります。なので、できるだけ攻撃を集中させたいのであれば、配置方向にも注意する必要があるでしょう。諦めるな。Oh yes, Mom. Let's get to the other side. すぐに終わる。すべては秩序にのっとるべきだ。摂理に反することなど誰にも許されない。タチャンカはチェーンやバイブイクなどと同じ2回攻撃型の前衛オペレーターでありながら対空攻撃をすることが可能で、また素質の効果によって
他の2回攻撃型の前衛オペレーターとは異なった特徴を持ったオペレーターとなっています。全体的に見るとかなり癖の強い性能に仕上がっており、圧倒的な爆発力を手に入れた代償なのか、強い場面は非常に強い一方で、弱い場面ではとことん弱いという、良くも悪くも非常に大雑把な性能と言えます。そのため、主力としてはかなり扱いづらくはなっていますが、瞬間火力というロマンに惹かれるのであれば、育成を考慮してみてもいいのではないでしょうか。以上で、タチャンカの紹介及び概説を終わります。この動画が良ければ動画制作の励みになるのでチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。In my country, focusing firepower on a target is considered a simple and effective way to achieve victory.